こんにちは。今日はロードトゥーロボコップ1.0というタイトルで話をします。ES リンク、映画システムマネジメントに投稿1です。インターネットではアットコイックという名前で活動をしています。今日話すロボコップでのコアチームの一人であり、オープンソースプログラマーとして、だいたい毎日何らかの活動をしたり、こういったテックトークしたりしています。日中はエアシステムインクという会社で、ディスティンギッシュエンジニアという立場で仕事をしています。勤務先のエアシステムマネジメントは受託開発をなりわいとした企業です。お仕事の発注や一緒に仕事をしたい仲間を募集していますので、お気軽にお声掛けください。また、OSS コミュニティとの共生にも力を入れていて、月1で OSS パッチ会というものを Ruby 会議オーガナイザーでもある松田さんと一緒に主催しています。一般にも公開しているイベントですので、よければご参加ください。今日話すロボコップは Ruby の成績解析ツールです。バグのある可能性のあるコードを検知したり、チームに合ったコードフォーマットを行ったりすることができるようなツールになっています。去年の Ruby 会議2019のドリコムさんのブースで行われていた Rails を除いて最初に入れるジェムはではランキング4位だったので Ruby 海外で結構使われているのではと思います。実際のところ最近ダウンロード数が1億を突破したところで、開発に携わっている一人としては嬉しいですねっていう感じですね。で、ロボコップの開発者なんですけれども、コアの開発者は世界で8人います。ロボコップの開発始まったのは GitLog 見たところ、大体8年ぐらい前で、ブルガリアのオジダルが作者です。でこれまで何百人以上のコントリビューターが参加してくれていて、大体毎日何らかの活動がされているアクティブなプロジェクトです。私は4年くらい前から活動し始めていて、Ruby 会議2018からコミッターしています。今日は1コミッターの視点から、ロボコップ1.0に向けた変更をロボコップのアーキテクチャに沿って話をしていきます。現在のロボコップのバージョンは 0.89.1 です。ロボコップ0.84以降のアーキテクチャのスタックがこの図です。それぞれのレイヤーに沿って話をしていきます。まずは一番上にあるカスタムコップレイヤーについて話していきます。ロボコップ HQ というロボコップの開発を進めているプロジェクトが管理しているカスタムコップレイヤーには R スペック、パフォーマンス、レイルズ、ミニテスト、レイクなどがあります。そのうちパフォーマンスとレイルズはロボコップ本体から切り出されたものです。ロボコップ0.67以前はこういった構成で、カスタムコップとしては、ロボコップ R スペックがロボコップ本体でも使われている大きめのカスタムコップとして、おそらく唯一のプロジェクトだったのかなと思ってます。でロボコップ本体としては R スペックのようにいくつか切り出しができるものがありそうだということで切り出されたものがあります。最初にチェンジしたのはパフォーマンス部署でした。これはボジラルによってロボコップ 1.0 のマイルストーンの一つとして開かれていました。今はもともとロボコップコアの外にあったロボコップ R スペックと同じ位置づけとして切り出しをしています。ジェムとしてはロボコップパフォーマンスというそのままの名前で切り出しています。ロボコップパフォーマンスは速度面に特化したコップを集めています。使っているメソッドよりももっと速いメソッドを使える場合にそれを提案します。これはドキュメントでバッドケースとグッドケース以外にリファレンスが示されている場合があって、例えばそのリファレンスなんですけれども、コップのコンセプトとして示されているんですけれども、パフォーマンスでよく見るのは、ファミントのファスト Ruby というリポジトリです。ベンチマークが載っていたりするのですが、さらなるリファレンスがある場合があって、源流とか、例えばそれを辿ってみてみると、レイルズポジションの実例が元になっていたというものがこれです。パブリックな実践例なんかは割といいかなと個人的には思っています。で、実際にファスト Ruby 書かれているサンプルコードを動かしてみます。で、Ruby2.1 だと提案されたコップ使うと大体5倍ぐらい速度差がこのコップだと出ていたということが分かりました。このパフォーマンスコップを切り出した際のノートなんですけれども、まず、ロボコップは Ruby それものの言語仕様にフォーカスしたいので、Ruby の処理権に依存するパフォーマンスはコアの外として出したいというものがありました。で、ロボコップは JRuby もサポートしているんですけれども、ロボコップパフォーマンス自体は MRI でのベンチを元にしているというところですね。処理権依存というやつです。で、ロボコップ本体のソースコードなんですけども、そちらの方だと、リント、スタイル、レイアウトといった役割ごとにディレクトリが分かれているんですけれども、今回はパフォーマンスというディレクトリを切り出したいというところでした。で、最初にどうやって切り出し方法を浮かべたかっていうところだと、例えば切り出し方として、CP コマンドを使ってロボコップ本体のソースからコピーするという手法が、
浮かぶは浮かぶんですけれども、ちょっと手早く作業はできるんですけれども、その反対に Git の履歴を失ってしまうっていうのがちょっと手痛いものかなっていうふうに思っています。で、実際本当に痛いなっていうところで、何か問題あったときに、なんでその変更されたのか追跡するときに、本当は見つけられるべき理由がなくなっちゃうんですよね。で、結構それって痛いなと思ってて、特になんか長くメンテナンスされているプロジェクトであればあるほど、結構なんでそれ変更入ったのっていうところって、本当 Git 頼らないとわからないっていうところがあるっていうところで、それが重要っていうところと、あと個人的なところなんですけれども、コミット一つ一つにコントリビューターがやっぱり何かやってくれたっていうところがあるので、そこに対してちゃんと名前も残したいっていうところも一つ重視したポイントでした。で、そういったところがあって、かつて雷っていうページネーションジェムを松田さんが作ってるものがあるんですけども、そこでレンダリングエンジンごとに切り出しされたっていうところがあったんで、浅草 RB の帰り道の会の作者松田さんにどうやって Git ログ残したのかちょっと聞いてみたんですけれども、そこでの回答すごいシンプルだったんですけど、で、Git チェリーピックを必要な数だけ、やったと、確か何十回かなんかやったとかっていう風だったんですけれども、やっぱその手かっていう感じでしたね。で、それを聞いて私も同じような策を取ることにしたって形です。リモートに用意されたロボコップパフォーマンス、空っぽなんですけども、それを持ってきて、で、ゼロベースでサードパーティーのカスタムコップちょっと作るのは結構いろいろと厳しいところもあって、何かっていうと、ロボコップ自体の拡張ポイントみたいなところが、どういった形でやればいいかみたいなところっていうのは、前例がないちょっと厳しいところだったんで、その辺は、先行していたロボコップ R スペックのストラクチャーなんかを元にしました。で、その後は、ロボコップの本体、移行元のところから、を、持ってきて、ひたすらチェリーピック、チェリーピック、チェリーピックでしたね。Git のログとかで、プロダクトコードとテストコードのところが入っているようなハッシュ値を調べて、ひたすら繰り返しました。で、一通りの作業終わったら、ロボコップパフォーマンスの方にプッシュして、ダーンというところでしたね。で、どれぐらいチェリーピックを行ったかというと、この後話すロボコップレイルズの方とも合わせて、だいたい500回ぐらい、やったというふうですね。実際なんかいろいろやり直しなんかもやったんで、多分もっとやったと思うんですけど、で、なんかやっぱりそんなのできることもないんで、何日か、もしかすると何ヶ月かにわたって、なんかちょっと気が向いた時にやっていたような気がします。なんか、その期間は人生多分一番チェリーピック使ったんじゃないかなっていうふうで、もっと、ただいいやり方っていうのはあるかもしれないので、今後巡回する人はもうちょっといい感じで頑張ってもらえるといいんじゃないかなと思います。で、パフォーマンスの話ここまでなんですけど、次に巡回したのが、ロボコップレイルズです。で、こちらも、ロボコップ 1.0 のマイルストーンの一つになっていたものでした。RubyGem だとこちらです。で、これは ロボコップ本体は Ruby そのものに注力したいというところはあって、周辺のフレームワークやライブラリなんかはスコープ外にしたいというのが一つでした。で、あとはなんかラックに依存することで解決したいイシューがあったんですけれども、ロボコップ本体だとちょっと入れづらかったっていうところもあって、今回ロボコップレールズに切り出してあるので、レイルズ依存という形から、ラックにも依存していいかというところで、そういった問題なんかも解決とか今はできたりとかしてます。で、このジェミファイはロボコップ0.7で行ったもので、このロボコップレイルズの最初のリリース時点はいきなりメジャーバージョン2.0というものでした。で、これなんでかっていうと、名前空間に由来する問題で、RubyGems のところで名前が1位でしか自分の名前つけれないんですけど、ロボコップレイルズっていう名前が、すでに Rails リポジトリの .robocop.yaml をトレースした同名のジェムがすでに存在していたっていうものなんですね。で、Ruby カリ2018あたりで確かその辺のところを、楽連ハンスアダプターのYA 本田さんとゴジダルの方で話してくれたりとか、その後、このロボコップレイルズ1.0の時の、オーナーのとしまるさんなんかともその後に話したりとかして名前を譲っていただくという流れができました。なんで、ロボコップレイルズのところはバージョン1とバージョン2は全然別物です。で、バージョン1はロボコップレイルズコンフィグっていうジェムの名前にもリネームされてる、メンテナンス今されてます。で、V2 の方が、もともとロボコップ本体の方に入っていたものとして、ここで切り出されたもので話しているものです。で、ここで一応ロボコップレイルズの今後計画についても少し触れておくんですけど、現在、レイルズ42でも動くようにしてるんですけども、
もうしばらく先になると思うんですけど、ロボコップレール3が4に、レールズ4にもドロップする予定です。で、今時点も、Rails 4の方は前向きにサポートしていないので、新たな、Rails 4に向けのフィーチャーなんかは受け付けてませんし、よほど深刻なバグでなければ、多分、あんまり何か手入れたりとかもしないと思います。Rails 自体をアップデートしていくという感じでやっていけるといいかなと思っています。で、ここまではロボコップ自体の開発者として行ったカスタムコップの話だったんですけど、ユーザーが新たにカスタムコップ作るっていうこともできます。で、そのために使えそうなのが、ポッテさんが作ってくれたロボコップエクステンションジェネレーターというジェムです。で、このジェムは、ジェムとして公開したいカスタムコップの土台となるディレクトリ構造を作ってくれたり、ロボコップ自体がまだ安定 API として提供できてない部分、プラグイン機構みたいなところがあるんですけど、そういったところがちょっとまだ不十分なので、そこへのモンキーパッチコードなんかを含んでたりしています。で、これがコマンドを実行した結果なんですけども、こういった感じで、必要なディレクトリをガガガって作ってくれたりですとか、その中にはモンキーパッチ含んでいるちょっとバットノウハウが入っているような、コードなんかもファイルとして入れてくれたりとかしてるので、いろいろと調べたりとか、何か参考するものなんだろうとかいうところ、ちょっと手間とかも省けたりするんじゃないかなと思ってます。どういった時にサードパーティーのロボコップジェム作るかというと、ロボコップは Ruby そのものの汎用的な問題、ロボコップ Rails は Rails そのものの汎用的な問題のみを取り扱いというのがあります。特定のジェムの問題や個人やプロジェクトに特化したものは、そのドメインに詳しい人が作ってメンテナンスしていくといいんじゃないかなというのが私なんかの考えです。で、一つ事例をちょっと挙げてみるんですけど、これロボコップレイルズに開かれている一周でした。で、これ何なのかというと、レースのエンジンに関するプルリクエストが3つ来ていて、で、これってエンジン前提にして、例えば、レールズのアップモデルの下のモデルには、モジュールの名前空間必ずつけるみたいな、結構提案してくれた人の会社でうまくいったらしいんですけど、ちょっと一般的な Rails アプリケーションではちょっと厳しいかなというところで、Rails エンジンに特化したジェムとして切り出すことを、逆に提案してみたっていうのがあります。でフレックスポートという会社さんで、ジェムを作って、ブログエントリーとしても公開されているという流れになって、一ついい事例としてはできたんじゃないかなと思っています。でここで実際に自分でコップ作る場合の API について、VR に向けて最近ちょっと変わった点についてざっと話してみておきたいなと思います。でこれはロボコップのプリリクエスト7868で行われたもので、比較的最近入った変更です。で、これが変更点なんですけど、上がこれまでのコードで、下がこれからのコードです。まずカスタムコップ作る場合は、コップではなく、ベースを継承するようにします。で、これまでは自動修正に関するコードはオートコレクトメソッドを定義して、それに書いていたんですけれども、これからはオートコレクターというモジュールをエクステンドして、アドオフェンスメソッドのブロックで処理を書くことになります。でこれによって重複したノード処理なんかを減らせたりすることがあるので、コードの冗長性をまず消せるっていうところが1個あるのと、副作用としてオートコレクトがその分ちょっと早くなるというところがあるんじゃないかなと思ってます。で、これまでコップをクラスを継承するという API も、すぐ消されるというものではないんですけれども、一応ソフトなデプリケーションなんで、今後はベース継承するように使ってもらえるといいかなと思ってます。で、ロボコップ本体も、実際まだ移行中っていうところと、あとまだ生まれて間もない、API なので、まだこれからまだいくつか問題もしかすると見つかるかもしれないなというところもあるので、もし問題を見つけたりとしたら、ぜひ一周を開いてもらえると嬉しいです。で、こちらの、新しい API とか移行とかその辺については、アップグレードノートというものが、公式ドキュメントであるので、そちらを参考にしてください。で、次にロボコップ AST のレイヤーについて話していきます。で、これはロボコップ0.83から84にわたって行われた変更で、ロボコップ本体から切り出された、第3のジェムという形ですね。で、ロボコップ AST はこれまで紹介したジェムとちょっと異なっていて、あまりエンドユーザーが直接触るようなものではないというものです。で、リークとか CLI ツールなんかで、ロボコップのノードパターンなんかの機能を使いたいっていうところがあって、そこを起点に切り出されたものになっています。で、実際には本当にリークというバグ検出ツールや、ロボコップのノードパターンを使った CLI ツールっていうのがなんかあるらしいんですけど、そっちの方からちょっと要望が上がっていたものです。で、ここのところの API をいくつか紹介すると、
Robocop AST ノードパターンというのは、Ruby のコード文字列をパースした結果の AST に対して独自に記法のパターンマッチかけるものです。例えば、クラス定理のノードか、メソッド呼び出しのノードのいずれかにマッチした場合というものを表現したり、メソッド呼び出しにマッチした引数についてキャプチャした値を使ったりとかできます。で、このノードパターンというのは、デフノードマッチャーという API のツールとしてよく使われたりしています。また、Robocop AST ノードという Robocop が依存しているパーサーというジェム、この後話すんですけど、そちらのパーサージェムが表現するノードオブジェクトの拡張 API なんかも提供しています。Robocop AST で何が行えるのか、実コードで見てみます。Robocop AST プロセスソースの第一引数にパースしたい Ruby のコードを文字列で渡しています。第二引数はパースしたい Ruby のバージョンです。結果としてに AST メソッドを呼び出して AST を得ています。この AST オブジェクトはメソッド呼び出しを表すセンズモードでレシーバーがないので、いる。メソッド名は puts。引数は文字列のノードであることを表しています。また、センドタイプクエスチョンで自身のノード型がセンドに一致しているかどうか判定するようなメソッドや、メソッドの引数であるハローがインテジャー、フロート、ストリングみたいなリテラル、ベーシックなリテラルであるかを判断するようなメソッドを備えていたりします。でこのように得た AST に対してどのような処理をするかというところで、Robocop AST トラバーサルという API が出てきます。ここでは Robocop AST トラバーサルをインクルードして、onSend というメソッドを定義しています。AST で処理したい対象のタイプに合わせて、on なんとかというメソッドを定義すると、それがコールバックメソッドになります。walk というメソッドの引数に先ほどの AST を渡すと、センドタイプと一致したということで、onSend の処理が実行されます。Robocop 自体はこういったメカニズムを使って、パースした AST をコールバックによって、呼び出されたものでオフェンスを検出したり、自動修正をしたりとかいう仕組みになっています。で、この Robocop AST は最初からこんなジェムあると、コード解析に便利ではと設計されたものではなく、Robocop という実践から抽出されたジェムなんで、それなりに実用性あるんじゃないかなと思っています。類似のツールを作るようなことあれば使ってみてください。Robocop 自体が、それなりにいいリファレンスインプリメンテーションになっているのではと思っております。で次はさらに下のレイヤーに潜ってみましょう。でこのレイヤーは Robocop HQ で開発しているものではなく、ホワイトコークさんのリポジトリで開発されているものです。でパーサージェムは Ruby をパースして S 式による AST オブジェクトを作るジェムです。Robocop AST 以外でも JavaScript を Ruby にするOpal や新しい Ruby バージョンを古い Ruby に変換する RubyNext といったトランスパイラなんかにも使われていたりします。で、Ruby ジェムだとこちらです。で、パーサージェムは Ruby で書かれた Ruby のパーサーです。で、ちょっと前に視野を見たところ、MRI、JRuby に加えて、トラフル Ruby もサポートしているようでした。BNF の分は Ruby 本体のパーサーバーを元に Ruby 版の訳である RAC で書かれています。Ruby で新たなシンタックスが導入されて Robocop で使えるまでの流れです。まず、エクスペリメンタルで、新たな構文がパーサーで実装されます。次にその新たな実装について Robocop AST が必要に応じて API 拡張します。それらを経て新たな構文を Robocop でノード処理できるようになるといった流れになります。今だと Ruby28 のライトハンドアサインメントやエンドレスメソッドディファニションなんかも実験的にパーサーには入っています。では、パーサーがどのように Ruby を追ってトレースしていっているのかをちょっと見てみましょう。で、パーサーのメンテナンスは、オパールチームのエリアさんが積極的に行ってくれていて、Ruby のパーサーに変更があった場合は、そのイシューを開いてくれたりとかしています。で、それ以外もRuby のリポジトリを Git ログして自分で追うこともできて、ここでは辻本さんの変更によるパターンマッチの変更を例に挙げています。で、そのコミットはこちらです。Ruby リポジトリに加えられているテストケースを見てみると、ハッシュパターンのハッシュの値の最後はカンマで終わるテストを確認することができます。パース i 見てみると、キーワードアーグの後にカンマを加えた変更が加えられています。カンマなしとカンマありは同じ実装です。で、この差分元にパーサーに送ったプルリクエストをちょっと例に挙げています。で、パーサーもテストコードは Ruby で書かれてて、パターンマッチの in に渡しているハッシュ値の最後にカンマを加えたテストを追加しています。で、パーサージェムの BNF の方にもカンマ対応しておきます。で、これは既存のカンマなしと同じ振る舞いさせるため、構文に対する追加以外は変更点はありません。で、パーサージェムインストールすると、RubyParse というコマンドが使えるようになって、質を渡した Ruby の結果、AST を S 式で確認することができます。左がカンマあり、右がカンマなしで、同じ AST 使われることが見て取れます。こんな感じで、パーサーは Ruby の構文解析をトレースしたりしています。ここまでで Robocop 1.0 に向けた Robocop Core 周辺のアーキテクチャについて話してきました。ここから Robocop Core 自体に焦点を当てていきます。ここ最近で Robocop Core に起きた大きめの変更についてピックアップしていきます。まずは政府オートコレクトから話します。
こちらも Robocop 1.0に来たマイルストーンの一つになっていたものです。セーフ、アンセーフとは何かということですが、Robocop は静的解析ツールという性質上、ランタイムの情報を使うことができなくて、それによって偽量性を検出してしまったり、自動修正によって破壊的な記号間の変更を加えられてしまったりということがあります。で、Robocop 自体のデフォルトをサンプルにちょっと一回どういったものがあると設定を見てみるんですけども、セーフオートコレクトは Robocop の YAML でコップごとに設定されています。いずれもデフォルトは True。つまり、デフォルトでは安全ということです。安全でない場合は、フォルス設定するということをしています。で、最初にセーフの定義なんですけれども、これは偽量性を検出してしまうのを防ぐのが難しいケースにマークされるものです。どういったケースがあるのか、いくつかの実例をもとに見てみます。これはバッドケースよりもグッドケースの方が早いっていうものなんですけども、個人的には多少の速さよりもこの場合は読みやすさの点からバッドの方が良いというケースも結構あると思うんですけど、パフォーマンス頂点にしたジェムということで、これはマージしていました。で、あと、アンシスターズというメソッドがありそうな ST 使う Robocop 自体でも検出されなかったり、あと3相続的なアプリケーションでもなければ、それほど利用されてないかなというのも一個思ったんですけども、これに対して一周も上がって、友人というレールズコミッターから残りで利用されてたっていうところであって、残り、なるほどといった感じでした。あと、ルボコップの静的解析だと、やっぱこういった形でレシーバーの方がわからないっていうところが一個静的解析の難しさで、Rails アプリケーションだとアクティブレコードと、プレーンオールド Ruby オブジェクトの違い識別できずにご検知してしまうとかいうのをたびたび見たりとかしてて、なかなか難しいところかなというのもあります。次にセーフオートコレクトについてなんですけども、これは自動修正によってコードを非互換に壊してしまうようなケースに設定するようなものです。セーフがフォルスの場合は、セーフオートコレクトも自動的にそれはフォルスになります。偽量性が検出されたもので、そのまま自動修正してたら、おかしな結果になるので、それは妥当な設定になっていくと思います。で、例として、パフォーマンススタートウィズコップというものがあります。イコールチルダで正規表現を比較するよりも、スタートウィズ使った方が早いというものなんです。で、これ一見ご検知の心配ないんですけれども、レシーバーの変数が2の場合にエラーになるという潜在的な破壊的変更を持っています。これについてセーフナビゲーションオペレーターじゃあつければいいじゃんってエラーにならないじゃんっていうのがあるんですけど、セーフナビゲーションオペレーターが不必要なケースも全部つけるというところは疑問を持っていて、今のところセーフオートコレクトフォルスにしています。このコップに限定した話を言うと、将来的にはセーフナビゲーションオペレーターをデフォルトにつけるオルタナティブのオプションも用意してもいいかもなというところは個人的に思ったりしています。で、次のサンプルなんですけれども、Rails のコップでプラックユニークをディスティンクトプラックに変えましょうというものです。RDBMS の結果を持って Ruby でユニークにするよりも最初から RDBMS1 にしておけば効率で良いだろうというものです。これについては RDBMS の設定によって非互換が起きうるというレポートが来ていて、例えば MySQL のデフォルトのコレーションはケースインセンティブなので無条件で安全な変更にはできないといったものでした。なるほどというところでした。で、こういった安全ない問題については Ruby 会議2020で面白いトピックが本当は入る予定だったんですけども、それをポッテさんが開発されている Robocop タイプドというライブラリで Ruby3 で導入される方を使っての利用性を減らすといった試みです。ただ、こちらはワーキングプログレスということですので、今後の開発に期待しています。ポッテさん応援しています。で、ここで話したセーフオートコレクトについて、ユーザーどういった形で使い分けるのかといったことについて、一つここでちょっと話をします。で、Robocop コマンドではセーフに関するオプションを提供していて、現在のデフォルトの Robocop コマンドは安全でないコップも含んで実行します。もし安全なコップのみで実行した場合は、セーフオプションを使ってください。で、オートコレクト周りは最近大きめのブレーキングチェンジが入ったので、それぞれ話します。まずこれまでも自動修正をする際に指定していたスモール a です。こちらのオプションは安全なコップのみを対象した自動修正をします。0.86 までは安全ではないコップを対象にしていたので、バージョンによる動きの違いに注意してください。例えば、フローズンストリングリテラルコメントを自動修正付与した場合は、次に紹介するラージ A を使います。で、ラージ A なんですけど、こちら安全なコップと安全でないコップ、両方で自動修正を行います。Robocop 0.86 までは挙動を期待する場合は、こちらのオプションを使ってください。で、次なんですけども、バージョンアップに伴って新たなコップが追加される際に起きる問題について対処したステータスに関する話です。で、こちらも Robocop 1.0マイストールの一つになっていたものです。新たに追加されるコップはペンディングからスタートするっていうもので、ユーザーが意図的に応じない限り、これは適用されません。で、これによって新たに追加したコップによって、Robocop 本体のバージョンアップを見送りたいというケースを減らせると思います。追加されたコップについてはユーザーが明示的に
有効するか無効にするかすることができます。で、ペンディングのままのコップは、ロボコップのメジャーバージョンアップの際に有効になります。もしそれまでにバグを見つけたり、デフォルトで有効にすべきではない理由があったりすれば、それはそれとして、フィードバックとかしてもらえれば嬉しいです。で、こちらも最近のトピックとして1個挙げておきます。で、これのトピック何かというと、ロボコップがサポートする Ruby のバージョンについて、これまで慣習としていた Ruby の EOL のあと1年としていたものを公式にするといったものです。で、ロボコップは Ruby のサポートをドロップしたことで、ロボコップを使っているジェムもサポートの対象を変えたりとかいうのを見ているので、ちょっと保守的なんですけども、サポート期間のマージンを取るというところを公式にしました。ただ、前向きに EOL の後の Ruby をサポートしているわけではないので、お手元 Ruby のバージョンは、常に最新にアップデートしていけるといいと思っています。で、現在だと Ruby2.4 を来年の春ぐらいまで一応ロボコップではサポートする予定です。一方で Ruby3 と目されている Ruby2.8 もエクスペリメンタルでサポートとかしていたりします。で、最後にもう一つなんですけども、実はカスタムコップスのレイヤーの上にはコンピレーションというレイヤーがあってですね、で、ロボコップがデフォルトで提供している設定をユーザーがカスタマイズするといったものができます。で、著名なものに、文字列リテラルのシングルコード、ダブルコードどっちがいい問題っていうのが好みであったりとかすると思うんですけども、それもドットロボコップヤムルによってプロジェクトや文化に合わせてカスタマイズとかしていけるといいと思います。詳しくは Docs ロボコップオルグを参照してください。で、私の話はここまでです。GitHub なんかのソーシャルコーディングでまたお会いしましょう。最後になりますが、一日も早く世界が落ち着いて、またみんな集まって楽しく Ruby 会議できる日を来ることを願っています。ご清聴ありがとうございました。